皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣の国の経済状況についてお話をしようと思います。私は何度となくお隣の国の話を取り上げるわけですが、そこには必ず一つ私たちが学ぶべきことがあります。それは反面教師としてのあの国は非常に素晴らしいということです。こういったことをしてはいけませんよ。だから日本はもっと改善しましょうという話をするときに、お隣の国はいつも良い反面教師となってくれます。今回もまた、警国は危機に陥ろうとしているわけですが、そこから学ぶべきことも日本は当然あります。というわけで今回一体何が起こっているのかまずは見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。ドルの箱舟に乗ってこそ生きる。危機の時に実力が現れる。ムン・ジェイン政権はどうか。今までは落第点だ。危機の時、リーダーの言葉は変わらなければいけない。明確なメッセージ、具体的な代案が必須だ。ムン・ジェイン大統領の言葉は曖昧だ。経済と貿易、二頭をつかむ。前例のない対策が必要。こういうものはリーダーの言葉になれない。どのようにが抜けているからだ。今からでも変わらなければいけない。政策の優先順位を決めて、基本から取り組んでいく必要がある。大きな堤防が崩れれば田畑は流される。今急ぐべきことは、韓米通貨スワップの復元だ。なぜか。一つ目、通貨スワップは同盟の復元だ。お金は血液だ。アメリカは血液であるドルをいかなる通貨とも変えるわけではない。地域の盟主の通貨、同盟の通貨とだけ変える。成功すれば、ムン・ジェイン政権イコール、親中反米というこれまでの誤解を一挙に覆すことができる。親中親北にオールインするときよりも、北朝鮮と中国を扱うのに役に立つだろう。総選挙用の好材料としてもこれほどのものはない。と、この記事の中では触れているわけですが、この親中反米というのは誤解ではなく、実際に私はムン・ジェイン政権の政策だと思います。二つ目、ドルの箱舟だけが安全だ。パンデミックは全ての資産を飲み込んでいる。株式は言うまでもなく、代表的な安全資産であるゴールドの価値まで急落中だ。債券と仮想通貨も避難場所がない。ただ、ドルだけがパンデミックの世の中のノアの箱舟だ。乗れば生存し、落語すれば死ぬ。行動期間は米韓スワップというものが必要だと説いているわけですが、投資家たちはそのようなことは無理だろうと見て、今セルコリア、警国の株式を売り払おうとしています。株価もウォン相場も10年前の水準に。パンデミックに対する恐怖感から18日の警国の株式市場とウォン相場は10年前の水準にまで下落した。警国総合株価指数コスピは前日比 4.86% 安の 1591.20 で引けた。欧州財政危機が深刻化した2010年5月以来10年ぶりの安値水準。ウォン相場も1ドル 1245.70 ウォンで取引を終えた。終値ベースでは2010年6月11日以来10年ぶりのウォン安水準となる。急速なウォン安進行で外国人による資金引き上げが起きるとの懸念も高まっている。外国人は今月に入り、警国株式市場で8兆9700億ウォン、約7700億円を売り越した。これはすでに月間の売り越し額としては過去最大だ。この記事は3月18日時点での株価総合指数について話をしていますが、私が動画を作っている3月19日、この動画の作成時点ではさらに 8% を超える下落を記録しています。つまり10年前に戻ったといったその翌日にはさらに大幅な下落を見せているのです。この記事の中で触れられた為替についても大きな変動が起こっています。こちらが為替相場の現在の状況です。先日私は警国の中央銀行がドル不足に陥っているという話をしましたが、実際にそのような動きを反映するかのように今、ウォン安、通貨が安くなるという現象がさらに加速しています。このチャートにおいては、右肩上がりといった形で急激にウォン安が進んでいるわけですが、なかなかドルを確保する目処が立たず、そのためにどんどんと売り込まれている状況です。このような状況が続けば当然のように外国勢の資金というものは急いで引き上げなければという動きを加速させることになります。記事の中では株価にしても為替にしても基本的には昨日時点での状況から状況を伝えているわけですが、今私がこの喋っている段階でもっと状況は悪くなっています。株価にしても大幅安が続いていますし、為替にしてもまるで歯止めが効かないかのように自国通貨安というものが進行しています。こういった現状になったその原因といえば、
ムン・ジェイン大統領が何の対応策も示していないからです。正確に言えば対応策は示しているのですが、それらに効果的なというこの言葉がついていないのが問題です。対応策を出しますと言って出したものが、なんだこんなものかという話になってしまえば、それはないも同然なのです。そして、それは失望売りといったものを呼び込むことになります。ああ、なんだこんな状況なのに、何の対応もしないんだというふうに足元を見られれば、じゃあもっとやってもいいなというふうに考えられるものです。今回で言えば、これに対抗するような大きな経済対策を打ってくるかなと思ったら、全くそのような気配はありません。また同じように、為替相場が非常に大荒れに荒れていて、ドル不足が起こっているよということが指摘されているにもかかわらず、このドル不足を解消するために何かしているのかといったら何もしていません。そのためにあちらの国では今、連日のように様々な国とスワップを結ぶべきだという話が出ています。アメリカと結ぶべきだ。いや G20 の参加国すべてとスワップを結ぶべきだという話なども出ています。またその中においては日本とのスワップも結ぶべきだという話も出てきています。このパンデミックが起こる前であれば、日本に対する誹謗中傷などというものを繰り返し行っていた国が、全くそのようなことを横に置いて、今日本にスワップを申し込むべきだという話を記事として連日のように書き立てているのです。しかし今のところ、K国と喜んでスワップを結びましょうといった国は見かけられません。今の世界経済というのは、どこの国であろうとも、それが物理的に離れていようとも何かしら繋がっているものです。それこそ地球の反対側にある国とも経済的には結構繋がっているもので、世界のどこかで問題が起これば必ずその余波というものはどこにいても受けるものなのです。ましてや今の世界というものは問題が同時多発的に起こっています。そのため、世界同時株安というものも起こっていますし、世界同時ドル高といったものも世界のあちこちで起こっています。このような時だからこそ、平和であった時の外交関係というものが非常に生きてきます。また、ムン・ジェイン政権が進めていた親中反米政策といったもので、中国と近づけたかといえば、実際にはほとんど近づけていません。もしも近づけていたとしても、おそらく中国やロシアはお隣の国を助けるようなことはしないでしょう。一方では、反米政策といったものを取ってきた関係もあって、アメリカとは決して良い関係であるとは言えません。もちろん、米韓同盟そのものは今も存在しています。しかしこれは、北朝鮮であったり、その後ろにある中国に対抗するための軍事同盟の意味合いが強く、決して心から繋がったような同盟関係ではありません。また、外交の世界における同盟というものも、あくまでもそれぞれの国にとって都合のいい形で結ばれており、決して被害を肩代わりするものではありません。今、お隣の国の報道機関がこぞってどこかの国とスワップを結ぶべきだ、何としてもドルを手に入れろと騒ぎ立てたところで、普段からの外交関係が良くない上に、これからスワップを結べば被害を及ぶというふうに思えば、誰もスワップなど結びたがらないでしょう。世界同時株安という意味合いにおいては、今日本も同じように大きな荒波に揉まれている状況です。しかし、この通貨という問題に限って言えば、日本で急激な通貨安といったものが起こっているわけではありません。むしろ一時は通貨高になりました。円高ドル安です。これは一時的な現象ではありましたが、1ドル110円だったものが1ドル102円程度、もしかしたらこのまま100円を超えて95円、90円にまで行くんじゃないかなどというような声さえありました。しかし、そういったことにはならず、今はパンデミック発生前の状況に少しずつ戻ってきています。ですから通貨問題ということに絞れば、まだ日本は非常に安定した状況だと言えるでしょう。ですが、世界経済は常に日々刻々と変わっているものです。もしも通貨が大幅に安くなって、それが経済に悪影響を及ぼすとしたら、一体何が起こるのかというのは、私たちはお隣の国を教材として見ることができます。ああ、なるほど。またこのようにドル不足が起こって通貨安が起こっているんだ。じゃあこれが一体どういった経済への悪化をもたらすんだろうか。そういった状況などについてもよくよく見ることによって、ああ、日本ではこのようにことにならないように気をつけなければならないなと私たちは学ぶことができます。お隣の国はいつでも日本にとって良い反面教師となると私は考えています。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。